ニキビの患者さんによく処方されるエピオゲルについてお話ししようと思います。間違っている情報を信じた結果、ニキビが悪化してしまう方もいますのでご注意ください。有効成分の過酸化ベンゾールには強力な酸化作用があって、主に2つの作用があります。ピーリングの副作用がすごくて痒かったり、ヒリヒリしたり、痛かったりするので続けられないって方も、もうってしまっても問題ありません。皆さんこんにちは。皮膚科医の玉木ゆきです。このチャンネルはニキビなどでお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木ゆきがお送りします。今日お話しする内容は、ニキビについて、ニキビの患者さんによく処方される過酸化ベンゾールという成分のエピオゲルについてどんな軟膏なのか、エピオゲルの塗り方、副作用を軽減するための具体的な塗り方について皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、エピオゲルを使いこなせるようになると思います。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。ネットを見てると正しい情報もあれば、残念ながら間違ってる情報もたくさんあるなと思います。間違ってる情報を信じた結果、ニキビが悪化してしまう方もいますのでご注意ください。まず、ニキビの原因とされるアクネ菌は、皆さんの肌に住み着いている常在菌です。慢性的に毛穴が詰まったり、皮脂の分泌が多くなりすぎたり、ホルモンバランスが崩れたりするとニキビができるので、思春期までに約 90% の方がニキビになると推測されています。ニキビ治療して思うのが、肌が変わると人生が変わったっておっしゃる方がいます。人から見られても平気になった。メイクであんなに必死に隠してたのが嘘みたい。と人生がいい方向に変わっていくのは、皮膚科医としてはとても嬉しいことです。ニキビで皮膚科に行った時、エピオゲルっていう薬をもらったことありませんか？エピを使ったけど良くならなかったって思ってる方いませんか？そういう方に、何本使いました？ 1 本何ヶ月で使いましたってとこまで突っ込んで聞くと、ほとんどの方が間違った使い方をされています。ごめんなさい。ニキビはそれでは良くならないんです。だって、エピオゲルの効果が出るのは3ヶ月ぐらいしっかり塗ってからなんです。皆さんもここのところよく頭に入れておいてくださいね。ニキビで皮膚科に通ったことのある方、ほとんどがご存知だと思うんですけど、ディフェリンゲル、エピオゲル、この2つが合わさったのがエピディオゲル。あとはエピオゲルの濃度が少し高くて 3% 入っていて、抗生剤のダラシンが合わさったリュアック。なので大体概要薬として4種類、今皮膚科で処方されることがあります。今回はその中でエピオゲルについてお話ししようと思います。エピオゲルの成分である過酸化ベンゾイルは60年も前から世界でニキビ治療薬として第一線で活躍してきましたが、日本で承認されたのは2015年と比較的最近のことです。ディフェリンが2008年に保険適用になったので、その7年後からエピオゲルが使えるようになったんですね。エピオゲルの有効成分の過酸化ベンゾイルは日本皮膚科学会のガイドラインでは A 判定でニキビの治療薬として推奨されています。近年ですね、ニキビの治療薬において耐性菌が非常に問題になってきています。ニキビ菌を殺菌する塗り薬や飲み薬は長期間使用するとニキビ菌が薬に対して抵抗力を持つようになり、薬が効きにくくなるって問題が発生していました。しかし、エピオゲルには薬剤耐性菌がないと考えられていて、長期使用が可能となっています。有効成分の過酸化ベンゾールには強力な酸化作用があって、主に2つの作用があります。フリーラジカルがまず1つ目にニキビ菌の代表であるアクネ菌を殺菌する抗菌薬のような作用があります。2つ目に毛穴の入り口の異常な角化を除去するピーリング作用です。ピーリングっていうのは古い角質を取り除くようなものです。このピーリング作用で毛穴が詰まりにくくなります。毛穴の詰まりがなくなってくると薬が毛穴の奥まで入って殺菌作用も効きやすくなります。つまり過酸化ベンゾールというのはニキビの初期の白ニキビ、黒ニキビといった初期の毛穴詰まりに対しても有効ですし、ニキビ菌が増殖している真っ赤な炎症期に対しても有効な成分なので、どのニキビの段階においても効果があります。日本では 2.5% の濃度の製剤になっていますが、これ以上濃度を濃くしても有効性に差がなくて、濃度を濃くすると副作用が強くなってしまうので、このぐらいの濃度が推奨されています。そして、エピオゲルをどのぐらい塗ると効果を感じるのかというと、この第一関節から指先まで
チューブ出すと 0.5g 出てきます。この量で全体につけていきます。ベピは基本的にはリフェリンと同じで、ニキビだけではなくって、その周りのニキビができやすいところにも塗ります。そうすると、1日 0.5g なので、1本のチューブ 15g 入っているので、1ヶ月でなくなるはずです。これが1ヶ月にこんだけとかしか使ってないよってことだと、塗ってないぞってことになります。薬を使うにあたっての正しい量、使用方法っていうものを知らないとダメですね。副作用としてはディフェリンと同じで、最初の2週間ぐらい刺激、ほてりが感じられます。時期によっては粉を吹いてしまうし、肌がすごくボロボロに皮膚が剥がれてきてしまうので、お化粧ができなくなってしまうんですよね。なので、途中で断念する人ってかなりいるみたいです。でも、1ヶ月ぐらい継続していただくと、この副作用、軽減されていくことが多いんです。だいたい皮抜けが 19%、刺激感 14%、赤みも 14% ぐらい出てきます。あと割合は低いのですけど、注意が必要なのはアレルギー性の接触皮膚炎、つまりかぶれです。過酸化ベンゾールにかぶれてしまう方は、ベピオゲルは使えませんが、リフェリンゲルよりはベピオはかぶれは少ないのかなと思います。ただ初期の頃の刺激感とかぶれって区別がつきにくいケースがありますので、違和感を感じた場合は一度使用を控えていただいた上、主治医の先生に相談していただくといいかなと思います。あと、これは皮膚科医でしか判断できないこともあるので、ヒリヒリしたのが中止するレベルなのか、使い続けていいのかなとか、わからないこと、使い方に関しては皮膚科の先生と相談しながら、指示に従ってくださいね。ヒーリングの副作用がすごくて、痒かったり、ヒリヒリしたり、痛かったりするので、続けられないって方も、最初は少量から使ってみる。具体的にお話しすると、初めて塗るときには、指先に少量取り、直径2センチ以下ぐらいの広さにすり込まないように優しく塗り広げます。で、徐々に塗る範囲を広げていって、かさつきや赤みが強く出なければ、顔全体に広げていきます。保湿。できればノンコメドジェニックを多く塗ってから、ベピオを塗ると、ヒリヒリ感が弱くなります。ヒリヒリ感が強いんだったら、1日おきにしてみたりとか、もう2日おきにしてみちゃったりとか、そういう形で肌と相談しながら使ってみてください。意外と塗り方を説明すると、使いこなせる方が多いんですよ。1日おきに塗るとかすると、使い続けられる方が多いです。あとはですね、刺激感が強い方は、もう洗い流してしまっても問題ありません。夜お風呂やシャワー、メイクを落とす前に塗って15分くらいしたら、もうお風呂で洗い流す方法もあります。お風呂で洗い流す。その後にお化粧水や乳液をつけるやり方もあります。少しずつ肌に慣れさせていくのが長期にかけて塗り続けていく一つのポイントになってきますので、ぜひ押さえておいていただけたらと思います。あと、よくありがちなんですけど、1本使っても良くならなかったから効かなかったっておっしゃる方いますが、効き始めるのは3ヶ月。1ヶ月に1本使うので、3本使った頃効き始めると思ってください。そして、歯磨きを毎日するように、毎日つけていただきたいのです。ちなみにこの乾燥の度合いなんですけど、一番ひどく出るのがエピディオだと言われています。そしてその次がリフェリン。比較的マイルドなのがリラックとベピオゲルという風に位置づけられています。ベピオが使えているなら、本当はベピオとリフェリンの合剤のエピディオに変更したいのですが、刺激が心配という方は、あえてベピオとリフェリンを処方してもらって、どちらが先でもいいので塗っていただいて、使いこなせるようになったらエピディオにするという方もいらっしゃいます。あと、妊娠中っていう方は、有益性が上回った時は使用してもいいよっていう風に言われてますが、妊娠中はリービングの石鹸とかを選択される方が多いですね。あと、副作用で脱色っていうものがあって、お背中のニキビにベピオゲルつけてると、パジャマの色が白くなったってことがありますので、大事なパジャマは使わないようにしてくださいね。よく乾かしてからパジャマを着ると脱色しにくくなります。あと、朝洗顔するときに、水だけで洗顔すると、茶色いタオルが脱色されてオレンジ色になることがありますので、洗顔フォームを使って洗顔をするか、白いタオルを使ってみてくださいね。ひどいニキビを放置すると皮膚がへこんだり、赤みがずっと残ったり、簡単には治らない状態になります。そうすると、なかなか綺麗な肌には戻りません。だから、ひどくならないように早めにケアすることをお勧めします。ベピオゲルはニキビを治すだけではなく、ニキビをできにくくするお薬ですので、もしまだニキビ治療で
抗生剤の軟膏しか処方されていないよって方は、ぜひベビオゲルを使ってみてください。ということで、今日はニキビの患者さんによく処方される過酸化ベンゾイルという成分のベピオゲルについて、どんなお薬なのか、ベピオゲルの塗り方、副作用を軽減するための具体的な塗り方について、皆さんにお話をさせていただきました。ベピオゲル、以前処方されてたけどうまく使えなかった、すぐに塗るのやめてしまったっていう方は、ぜひ今回の動画を見て、もう一度ベピオゲルを塗ってみようかなって思っていただけると幸いです。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。このチャンネルには皮膚をきれいにする動画やためになる動画がたくさんありますので、ぜひご覧になってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。